ご視聴ありがとうございます。パソコンが治りかけたと思ったら今度は私の体がぐずぐずになりまして動画の作成が思うように進みません。今回は3月に購入したり使っていた道具いくつか紹介したいと思います。1つ目、ハルダーのピンポンチ。先端に樹脂のインサートがついたポンチです。径は 10mm、12mm、15mm の3種類。ちょっと太めな叩き棒っすね。単純で分かりやすい道具です。全長、重量はそれぞれサイズごとにこんな感じ。オートバイのアクセル叩いたりに便利に使えます。今まではちょうど良い叩き棒としてエクステンション使って叩いたりしていましたが、スクエア形状は尖った部分ありますから対象に傷を入れやすく、結構気を使うんです。その点これは先端丸いですし、しかも樹脂。打撃力、伝わる力鈍ってしまう感じは否めませんが、この傷の入れにくさというのは大変使いやすいです。10ミリ以上のこういう叩き棒って案外少なくて重宝する場面は多そうだと感じています。インサートは当然交換が可能、長く使えるアイテムとなってます。ネガとしてというべきか分かりませんが、お伝えしておくべきこととして、私の使っている3本のうち1本に初期不良があり、インサートが軽い衝撃で簡単に折れてしまいました。初期不良で交換対応はいただきましたが、インサートはこの形なのでバッチリ強くはなさそうというのが正直な印象です。万一を考えてインサートはスペアを用意した方が良いかもしれません。ハルダーのピンポンチ。場所も取らないので3本を常備してます。おすすめしやすい道具っすね。機会がございましたら手に取られてみてください。2つ目、カノンのデジタルノギス。デジタルノギスを新調しました。今まではプロチ、キイチ工具のブランドなのかなのデジタルノギスを使ってきましたが、本体の重さが気になるようになったというのと、最近ガタが出るようになっちゃいまして、0点がうまく出せず。上はビタ動いてないのに、結果がコンマ1ミリほど動いちゃいまして、信頼性に欠けると思い始めていました。次は何にしようかってことで、アナログノギスを使っていた中村製作所のカノンブランドデジタル試してみることに。外観は一般的なステンレスと樹脂の組み合わせ。作りは綺麗ですね。メインとなるディスプレイ周り、樹脂が多用されていますが、チープな感じはありません。製造は中国となってます。重量は 164g。プロチと比べて 20g ほどの差ですが、頭に重さが偏らないためか、随分と軽く感じます。アナログから乗り換えてもそこまで気にならない重量感ですね。インターフェースはシンプルにボタンが3つ。オンオフと0ボタン、それからモードの変更ボタンです。モードボタンは MAX、ミニマムの2つの機能へ切り替えるのに使います。名前の通り MAX は最大値、ミニマムは最小値を保持するモード。これらのモードは目視の難しい箇所での測定に使えます。見ないで測定なんて怖いので使わない機能かと思っていましたが、慎重に作業をすれば難しいことはなく、正確な測定ができると分かりまして、明かりがなくてディスプレイ見えない時など頻繁ではないですが使うことのある機能です。もう一つ面白い特徴として形が独特です。ピタノギスと呼ばれる形だそうですが、内側用の錠がつらい位置になってまして、今まで測定できなかったような箇所で使えます。高さを測る際に便利な場面が多いですね。使用電池は SR44、電池持ちは 3.5 年と記載がありました。ちなみに LR44 でも動きます。しかし SR44 を使った方が電圧が落ちにくいので寿命は長いらしく、値段は高くても結果的には低コストだと言われます。ですから私は検証したわけではないですが SR44 を使うようにしています。オートパワーオフは多分ありません。2時間ほったらかしても電源は入りっぱなしです。作業していて勝手に電源が落ちないとポジティブに捉えることもできますが、電源入れっぱなしに気づかず無駄に電力を消費する可能性もございます。オンしっぱなしでもそんなに電池の消費はしないのではとは思ってます。丸一日つけっぱなしてしまったとして電池の寿命が大きく減ることはないのではと思うんですけど、気になるところではあるですね。
さて続けての気になるところとしては、特徴として挙げた形の得意さ、実はこれネガもありまして、一般的なノギスと異なり、机に置くときに錠を引っ掛けやすかったり、それからこちら側での段差幅測定ができません。この形、メリットにもなる部分ではありますが、段差測定ができないのは環境によっては大問題。これを忘れて使ったり、そもそも知らないで使ってしまった場合、実際の値よりも長い結果が出てしまうので、職場で使うとか、いろんな人が使う環境に置く場合はおすすめしにくい道具ですね。続けてネガとしてもう一点。操作がかったるいところがありまして、マックス、ミニマムのモードを終了するにはモードボタン長押しで抜けるのですが、これ3秒くらい押さないと解除ができません。電源ボタンでオンオフした方が早いという仕様。なぜこれ長押しの必要があるのか、3回押したら通常モードに戻る制御の方が良かったのではと感じていまして、この辺は洗礼がされてないのかなという印象を受けました。カノンのデジタルノギス。ちょっと独特な形から万人にはおすすめしにくい道具ですが、長く使っていきそうな印象を持ってます。大事に使っていきたいですね。3つ目、ベッセルのスーパークッションドライバー。コメントでおすすめされていまして面白そうだったので買ってみました。名前の通りグリップ部分がジェル状っていうんですかね。ボールペンの持ち手に使われているようなグニグニとした素材が採用されたドライバーです。柔らかいところ半分、硬いところ半分みたいなグリップで、持つ位置によって使用感は変わります。硬いところを挟み込むように持ちますとそこそこ力は入りますし、柔らかいところ主体で持つと適度に力が逃げるというのか、指先で細かい調整がやりやすい感じ。先端は普通です。最初はタイトにネジに当たる印象でしたが、掃除してみたら案外そんなことはなく、少しでも引っ張られているとネジは落ちにくいですが、はめ合いだけだとポロポロと落とします。私は正直使ってちょうど良い具合に磁力を落として使ってます。小さなネジ相手に使っていることが多いです。パソコンの組み立て用のドライバーとしてるっすね。グリップの柔らかさのおかげで若干トルクが逃げてくれるのでオーバートルクになりにくいと感じています。見た目の割に繊細に使える、そんな印象のあるドライバーです。対して友人に渡してみたら力の入れやすいパワー寄りなドライバーだという感想をもらいました。使い方によって印象は随分と変わりそうです。しかしネジへの攻撃性が高いとか、やたら扱いが難しいとか、そういった気難しいところはありません。様々な使い方ができそうです。耐久性だけは不安です。当然グリップ部分の耐久性。破けたりも心配ですが、耐油性、耐薬品性の部分で不安が残っています。一度ガソリンがついてベタつきましたので、強めのパークリをかけてみたところ、ベタベタが長いこと続いてしまってどうにもならず、ウエスで拭くしかないって感じになったのですが、ゴシゴシしてみたら線やら何やらがグリップにまとわりつきまして、これまたどうにもならず、消しゴムのカスみたいなのも出てきました。掃除するのが難しいですね。石鹸をつけて水洗いというのが今のところ一番良さそう。ゴミがつきやすいグリップなので気は使います。なるべく清潔なところで使う道具としています。ベッセルのスーパークッションドライバー。ユニークだけれど尖りすぎていない扱いやすいアイテムです。気軽に試せるお値段も魅力的。プニプニとしたグリップは手遊びをしているだけで楽しい気分になってきます。機会がございましたらお試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。